本日は友部湯崎子さんに来てます。やっぱりここの湯崎子さんの魅力は魚影が濃くて、本当にどの棚でも釣れるという、そういった素晴らしい池になってます。そして今日はね、新しい試みで直結型のかっつけ、それをやっていこうと思ってます。皆さん普段はね、誘導式っていう浮きゴムと、浮き止めゴムで留めた、そういった仕掛けでやってる人が大半だと思うんですけど、ミッチー糸に浮きを直結させて釣るかっつけの釣りを今日はちょっと試しにやってみようと思ってます。いろいろとこう調べてみるとね、関西の方はだいぶ主流らしいんですけど、この関東でもマルキューさんだったりいろんなインストラクターさんが上げてますので、その動画を参考にちょっと自分なりにね、試しに直結型のかっつけをやっていこうと思います。このかっつけ釣りに関してはもちろん池によってはね、メーター規定のところもありますので、そちらはお気をつけて皆さん調校するようにしてください。それではね、このワキワキであろう友部湯崎湖で直結型の攻撃的なかっつけいってみましょう。釣れっかな。それじゃあね、これから9尺の直結式の仕掛けを作っていくんですけど、今回は道糸が1号、そしてこの直結型の仕掛け、今回作るにあたってとても重要なのがウレタンチューブね。こちらを使って仕掛けを作っていくんですけど、もうね、このウレタンチューブに直接浮きをね差し込む形の仕掛けです。そういったものをちょっとこれから作っていくので、早速やっていきたいと思います。僕も初めてなのでね、ちょっと探り探りやっていきます。で、こういう仕掛けを作るときに竿のグリップエンド、皆さん桟橋に引きずる方もいらっしゃるじゃないですか。これ前もご紹介したんですけど、これよく100円ショップとかで売ってる椅子の足にはめ込む靴下、椅子とか机用の靴下をこうやってねはめ込むと、そういった引きずり防止になって、僕これいつも使ってるんですよ。そうするとほら、ちょっと見えないかもしれないけど、ここで引きずっても全然大丈夫っていう商品です。なんか前コメントでちゃんと仕掛けはグリップエンドで作るんだよっていうね、いろいろとそういったアドバイスもいただいておりますが、一応なんか僕の考え方的には、もちろんグリップエンドで作るのが正規だとは思うんですけれども、その釣り竿と水面の高さとか、あとは仕掛けの扱いやすさだったり、そういったのに応じてグリップの真ん中で作ったり、またはグリップと竿のつなぎ目のところ、ここはちょっとやりすぎですけど、そういったように仕掛けのね作る位置、そのサルカンとか重りが来る位置を自分の釣り竿に合わせて作るっていうのが僕は基本だと思うので、そこはね僕の考え方ですけど、そういう風に僕は作ってます。で、今回直結型のかっつけをやっていくんですけど、浮きはねだいたい朝棚の浮きでボディが3センチから4センチ5センチぐらいまでの浮きが一番いいそうです。なので今回はクルージャンストライド5の1番、こちらがねボディがだいたいね3センチかな、だいたい3センチちょっとぐらいね、そのぐらいの大きさの浮きになってます。今日はこの浮きで直結型のかっつけの釣りをやっていくので、これで仕掛けを作っていきます。現場では細かいところまで見せられないので別撮りしてます。まずシリコンチューブのサイズ 1.0 を使います。そしてウレタンチューブの 0.4 ミリかな。このウレタンチューブすごいいいですね。そして道糸は1号と、浮きは先ほど言った通りクルージャンストライド5の朝棚の1番、こちらで仕掛けを作っていきます。さあやっていきますよ。一応サルカンもですね準備してあります。それではね作っていくんですけど、このシリコンチューブとウレタンチューブをまずカットしていくんですが、シリコンチューブはだいたい5センチぐらい、そして、ウレタンチューブは、浮きの半分ぐらいの長さで切ってます。そして道糸、まずね先っちょをリリアンにつけた状態でシリコンチューブをまず入れます。入れましたね。そして次にウレタンチューブを入れていきます。ちょっと今回ね長めに作ってるので入れづらいんですけど、丁寧に丁寧に入れていきます。
はい、入りました。そしてこの状態で次にまずサルカンをつけちゃいます。僕はサルカンは父輪でね作って取り付けますね。父輪ができたら余分な部分をハサミで切ると。そしてサルカンをドッキングします。はい、サルカンがこれで付け終わりました。そしたらまずこのシリコンチューブ、長い方のシリコンチューブを父輪のコブグッと入れ込んじゃいます。そしてこのシリコンチューブをウレタンチューブにかぶせるとスルッと入りますから、このウレタンチューブ 1.0 と 0.4 のウレタンチューブだとスルッと入ります。そして今回はだいたいシリコンチューブに半分ぐらいウレタンを入れたところにこのクルージャーの浮きを差し込むと、グッと少しウレタンまでかぶせて足をね差し込んじゃうとキュッと止まります。これが今回僕が作った直結式のかっつけ仕掛けです。それの仕掛けですね。そしてバランスを取った重りを下につければ OK。 こんな感じ。浮きがちっちゃいから板重りもちっちゃいですね。そしてねしっかりとハリスと針をくっつけていざ出陣という風になるわけです。それでは絵落ちを取りました。だいたい多分ね3名ぐらいだと思います。今回はもう受けることももうワキワキになって浮きがね踊ることも想定してあんまり絵落ち取ってません。そうですね、3名ぐらい。とりあえずちょっとこれでスタートしていこうと思います。でそしたら餌作っているんですけど、今回は革新工程のブレンドでいきます。一応64ぐらい、こっちが、400cc、 こっちが 300cc、 そういったブレンドで作っていこうと思います。どうなんだろうね、直結式ね、相当ね攻撃的な釣りなんですよこれ。多分ね、トラブルも多い釣りらしいんですけど、多分この夏ハマればすごくこう楽しめるような釣りになってると思うんで、ちょっと今日はねこの湯崎湖さんでワキワキのヘラブナを狙っていけたらなと思ってます。でこの釣りは本当に誘導式と違って立ちが速いんですね。立ちが速いらしいです。そしてもちろん、立ちが速い分当たりもね、触られたり煽られたりするとすぐに反応が出ちゃうんで、繊細な釣りになってます。そして、誘導式と違ってライントラブルがしやすいんですね。もちろんかっつけなんで、浮きとね、ハリスだったりこの板重りだったりそういった部分の距離が近いんで、もちろんトラブルはしやすいんですけど、魚が釣れて取り込んだ時に浮きをねしっかりとこう気をつけてこう持ってちゃんと魚から針を外さないと浮きのトップの破損だったりね、そういったのもしやすいらしいんで、ちょっと気をつけてやっていこうと思います。じゃあ1投目。もうさっきまでね空張りで打ってても湧いてきてたんで多分大丈夫だと、すぐにね釣れるとは思うんだけど大丈夫だと思うというか、もう今ちょっと触ってたもんね。結構ダイナミックな、あれ釣れちゃったよ。ほら早くない？でもちょっとスレ臭いかな。糸マジか、ちょっとスレかな。でもスレか、スレっぽいな。すいません、スレですね。でも早いっすね、反応が。さすがかっつけ。お腹のスレですねこれは。でここ、水しぶきの洗礼を受けました。そこで取り込んだ時に、一応気をつけなきゃいけないのはこの浮きね、浮きの破損、しっかりとこう浮きを確認して、ここから針を外すと。だいぶ今もう最初から煽られてたもんね。本当に
魚に。いきますか。2投目。誘導式どうなんだろう。これ立ちが早いですよね。もう着水して浮きがこう下に浮き下に行く前にもう浮きがバツッと立つ、そういう感じの釣りです。これもうすごいね。で合わせもあんまり強くやりすぎると、浮きとね仕掛けが絡んだり、仕掛けと板重りがすぐ絡んじゃったりするんで、そういったライントラブルも気をつけてやっていきましょう。ズバイキ、いやーいいね。食ってるね。カツケっぽいね。カツケっぽい。これは食ってるよ。すごいカツケっぽいね今の。いい方。よいしょ。いいね、食ってんね。よいしょ。おお、火抜けちゃった。でここで気をつけるのが四角ね。四角気をつけて。湯崎さんのヘラ、ほらいいヘラ、ありがとう。いやカツケっぽかったですね今のね。ちょっとどんどん行ってみましょう。仕掛けもいろいろありますけど面白いですね、本当に。いや、いいね。また来る。もう連発だ。これ食ってる。いいね、カッツケ。楽しいね。ドセンターじゃん。ドセンター。ほらドセンター、これ気持ちいいね。なんとですね、僕たちのお友達佐々木名人が湯崎に現れました。こんにちは。ちょっと僕今日初めてこの直結のカッツケってやってるんですよ。うわ、もうこれよ。もうね、名人これよ。今日は魚がいますからね。もうこれよ。ちなみに名人、はい、M1 おめでとうございます。ありがとうございます。新日決勝頑張ってください。ありがとうございます。はい、全力で頑張ってきます。佐々木くんの直結のカッツケ両団子、ちょっと教えてもらってもいいですか？わかりました。じゃあちょっと仕掛けからまず見せていただいていいですかね。はい、自分のはい。直結仕掛けはまず1糸が 0.8 なので、はい。0.3 ミリ、0.3 ミリはい。を3センチで、その上に浮きを刺す部分がシリコンチューブで、これを1センチ。 1センチ。はい、僕いろいろ今回オーソドックスなやつでやったんですけど、はい、いろいろ調べたら大体やっぱりウレタンチューブ、口径が違うウレタンチューブを上下にはいはいつけて、それに浮きを刺すと。はい、で、サルカンから浮きまでも大体浮きのその折り返し1本分はい、ぐらいでやるとちょうどいいんじゃないかっていうのをちょっとそうですね。ある記事を見てみたんですけど、それだとやっぱ絡みづらくて、はい、トラブルはかなり少ない。そうですよね。少ないです。でもその浮き直下の魚が狙えないんですよね。そうですね。見えてる魚を釣りたいんで、はい、できるだけ浮き下を浅く。あとは、はい、ここの刺す位置なんですけど、はい、刺す位置ちょっとこのちょっと見づらいんですけど、今ちょっと近づきます。刺す位置、この下がウレタンチューブで 0.3 で、上がシリコンチューブの 0.7 ミリってやつなんですけど、でこれを刺す位置がありまして、こうちょっとかぶせ、半分ぐらいかぶせてこう浮きを刺すっていう人と、自分の場合はこう逆にずーっと貫通させちゃって、この上をですねちょっと 2,3 ミリ出るぐらいの位置に浮きを刺すと、そうすると浮きが安定するっていうか、固定されて絡まりにくく。じゃあただ少しかぶせただけじゃなくてちゃんと貫通させて。自分は貫通させた方がいいかもしれない。そうするとこうなって、みんなやっぱそれぞれ好みがあって、みんな聞く人多分違うで、やっぱりあとはやってみて自分が一番これの方がいいなって思う
のでやった方がいいと思いますね。じゃあ僕みたいにやっぱり少しこう浮き1本分ぐらい伸ばす人もいるってことですかね。そうですね、長い人は普通に10センチとか10センチつける人もいるし、あ湯崎の場合ちょっと隙間があるっていうか、ーはい魚たち隙間があるんで、はいハリソ10センチとか15センチっていうのよりは自分長く取ってて、そうなんだ。今は30、40。ちなみに針は何使ってるんです針はグラングランの4ですね。か。なるほどね。おすごい。やっぱりこれの狙いがやっぱいろいろあるんで、はい。ちなみに餌は今どんな感じなんですか。餌は革新500、はい。カルネバが100 100。で、念力を山盛り1杯、ああ、念力を入れてるんですか。はい、で水を230くらい、マッハを最後150くらいですかね。あ、差し込んで。ちょっと硬さ調整っていうか、あーなあれでるほどね。刺す。ああ、面白い。それをさらにこう練り込んでって柔らかくするみたいな。じゃあちょっとここから本格的な、もう2枚釣られてますけど、本格的な実調で浮きもみさせてもらってもいいですか。ぜひお願いします。ありがとうございまます。ちょっと今佐々木名人のこの超かっつけ、ちょっと皆さんにご覧いただきたいと思います。じゃあ佐々木さんお願いします。す。はい、します。佐々木さん、このかっつけの場合もう振り切りですか。振り切りです。一発目から釣ってますけど、できるだけもうほんと振り切ってもらって、はいはい、一直線に一直線に。なるように。じゃあもう本当にまあ確かにこの浮き下で落とし込みくそもないですもんね。そうですね。で、振り切らないと、はい速い当たりが出ないで出ないんだ。すね。で結局やっぱ直結の場合誘導よりも浮きの立ちが速いじゃないですか。速いですね。はい、やっぱその分やっぱりちゃんと振り切ってその立ちも速く。そうですね。立った瞬間から狙えるようになるほどね。振り切った方がいいです。今日僕ハリス25のはい15でやってたんですけど、はい。もう全然長いんですね、名人。マジかよ。いやそうですね。いやいやいや30、40いやでいややるんですけど。まあでも僕10センチ弱ストローク取ってますから、はいそのサルカンからそうですね駅。まで、まあだから逆に短くてもね、もちろんそれはいいのかもしれないですけど、下に入る分、はい。なるほどね。あそこを長くしちゃうと、はい上のヘラにぶつかった時とか、それでも結構動いちゃうんで。ちなみにそれ佐々木君が使ってる浮きって何センチのボディですか、それ。これは 3.5 ですね。 3.5。はい。やっぱ大体その辺なんですね。僕も今日3点ちょっと使ってるんですけど、はい。やっぱ3センチぐらいの。本当は3センチとかでもいいんですけど、はい重り負荷が小さすぎて、はい。糸を沈めるときに浮きが動いちゃう、手前に来ちゃうんで、そうなんです。やってて。はい。だから本当は4センチとかの方が、まあこう落としたときに沈めやすいっていうのはあるんですけど、やっぱり動画とかで、はいあと記事とか見ると3センチぐらいが皆さんいいよみたいな、はい。結構記事が多かったんですけど、はいやっぱりそれはまあ一つの考え方で。そうですね。そうですね。で、自分も3センチ使うんですけど、はいやっぱその時はもう道糸も細くして、はいでかなりこう糸を沈めるのが大変になってくるんで、はい振り込みとかすごい全部に気を使わないと。やっぱ朝棚の時は大体佐々木君はプロを使います。かつけの時だけですね。やっぱ普通にメーターとかはもうナイロンでナイロンで全然沈むんで、いいかなと思いますね。いやー見てても華麗だな、さすがトーナメンター。やっぱこれでできるだけタイムロスをなくはいできたい。ただやっぱかつけの場合はなんていうんですかね、魚の起源じゃないですけど、はいめちゃくちゃ食べる試合とちょっとなんか間が空く試合とはいやっぱあって、はいでももりもり食べるときはハリス短くて釣れるんですけど、その間が空く試合が来たとき用にハリスが長いっていうのもあるんで、はあ。じゃあ大体40、30でやっといて、はい、そこからもしも間がすごい食い気が出てきたら少し詰めて。そうですね。はっていうのもありますね。多分こう馴染んでパンって釣るんだったら誘導の方が誘導の方がいい。絶対いいんですけど、うんうんうんこの湯崎の魚はそれだと結構食わない時多いんで、はい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 。できるだけ表層付近のやつ
ってことはやっぱりこの直結型の時には、その馴染むまでの受けを出がしての勝負って感じですね、はい根元で立ってからのその馴染み際じゃないですけど、まあそのできるだけ根元で止まっててツンみたいな、いやちょっとすげえ勉強だ、面白いわ。それがやっぱ大事です。あなんか他の餌だとやっぱ柔らかくすると、粘りやっぱこう弱くなっていっちゃう、はい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 。ある程度の急に変化して、そうですね。なんかある程度の硬さまではこう粘りがこう持ってるんですけど、はなんかある一線を越えると急に持たなくなるで、そこを耐えるために念力で入れてるんですね。春ネバでもいいんですけど、はいすげえ量入れないと多分400とかそういう世界になっちゃうんで、500とかはいはい。したら念力山盛り一杯入れた方が話が早いわけです。早いです。いや最高。ーいやーすげえわ。ありがとうございます。これやっぱ今後で釣れたら楽しいですね。それでは今日はね、途中スペシャルゲストの佐々木さんに来ていただいて、直結型のかっつけをいろいろと一日を通してやってきました。僕がやったのはとりあえずトラブルが少なくて、サルカンから浮きまでだいたいね10センチ内ぐらいの長さを取った直結型のかっつけをやりました。ただ途中ね、佐々木くんにやってもらったやつはハリスかっつけ、本当にサルカンから浮きまでが3センチぐらいしかない、スーパーかっつけをやったんですけど、見ていただいた通り餌のタッチもね本当に難しいタッチで、なおかつ繊細な釣りを行ってました。そうすることによってちょっと今日渋いと言われてた湯崎湖ですけど釣れるね、そういったちょっとねかっつけの奥深さを知れた動画撮影だったのではないのかなと思ってます。よく聞く言葉、かっつけやれば釣れるよっていう風にね言う方もいらっしゃいますが、ぜひともちょっとこういったねかっつけの奥深いところまで感じていただいて、僕もまだまだかっつけも全然やってないので、佐々木くんがやってたようなちょっとこうかっつけの一歩先みたいな、ちょっとそういった釣りもね楽しめて、それを極めれば数釣りも本当に楽しめる素晴らしい釣り方だと思うので、皆さんもぜひなかなかねかっつけをできる池も少ないですけど、湯崎湖さん来ていただいて直結型のかっつけぜひ堪能してみてください。皆さん熱中症に気をつけて楽しんでいきましょう。じゃあまた。